There's a new day that will どう come. もこんにちは、モノグラフの堀口です。今日はですねちょっと動画をね回してるんですけれども、この背景がねすごいことになってると思います。これねどういうことかというと、先日ね台風が来まして、でちょっとベランダの植物を取り込まなきゃいけないっていうことで家の中に、今ね、運んできたんですけれども、こんな形になっております。はい。これね、今回台風で一時的だったので、またね戻せばいいんですけど、冬越しですよね。冬になったらまたこれ取り込まなきゃいけないので、ちょっとね恐ろしいなと思いながらね見つめております。でね、せっかくね、取り込んでこの中にあるので、僕が育ててる植物ですね、改めて全部紹介しようかなと思います。一回ね、前回もこれ撮ったんですけども、そこからのね、何が増えたのかとか、あと経過観察ですねというところも含めて、ちょっとねそれぞれ簡単にねご紹介していこうかなと思います。株数で言うと多分ね1000株ぐらいですね。ちゃんとは数えてないんですけど、ざっくり数えて1000株ぐらい家の中にあります。なんでこんなことになってしまったんだろうって思いながらですね、これ眺めてるんですけど、いつの間にかね、増えちゃいましたね。前回お話ししたんですけども、来月ね植物のイベント開くので、その時にねちょっとできるだけね株をこう手放したいなと思ってるんですけど、正直ね全部手放したくないんですよね。置いておきたいなって気持ちもあるんですけど、ちょっと冬がね越せない感じになっちゃってるので、それも含めてねちょっと苦渋の決断をね下そうかなと思ってます。はい。でちょっとね、それぞれ紹介していきますので、もしね気になった植物あったらですね、皆さんもネットでね探したりとか、近くの園芸店さんでこの植物ありますかっていう形で聞いてみて、実際のね植物ねちょっと見てみてください。はい。そういったね皆さんの気づきにねつながればいいなと思って、ちょっと大変なんですけども前回もね紹介していきます。最初は皆さんのね一般的に馴染みのある観葉植物からね紹介していこうと思います。徐々にねちょっと沼をね深めていきますね。はい。でまず最初はね、フィカスリラータというですねゴムの木ですね。日本だとカシワワゴムの木っていうね植物なんですけども、こんな感じで葉っぱがね幅広で広がって、上にね伸びていく植物ですね。最近ねちょっと針金をかけてこの樹形とかをかっこいい感じにしようかなと思ってるんですけれども、徐々にね、じわじわと育ってくれているので、これもね成長が楽しみですね。そのうち本当に大きなね大木に、ね、なってくれたら嬉しいなと思いながらですね育ててます。でこういうね普通の観葉植物ほど意外とねこの水やりがね難しかったりするので、水切れが分かるですねこのサスティっていうチェッカーですね、これを挿して水やりのねタイミングっていうのを測ってます。続いてもこれねゴムの木の一種フィカスなんですけれども、フィカスティネケっていう植物ですね。こちらはこの葉っぱがねこんな感じで版が入っていて、だいぶね爽やかなね印象になってます。このね一つずつ葉っぱの模様が違うので、どんなね模様が出てくるのかなっていうのがすごい楽しみなんですよね。これもちょっと曲げきでこんな感じで癖をねつけてあげてるとこです。で、これもねちょっと最初ね剪定を結構しちゃったので、そのね葉っぱがね綺麗だしもったいないなと思って、こんな感じで、水差しでね育ててます。でこれうまくいけばねここから根っこが生えて、新しいねこのフィカス、増やすことができるので、ちょっとね増やせないかなっていうことでね実験中です。これからね植物を育てたいなという人にすごくおすすめなのはこれですね、ガジュマルですね。僕もここから始めたんですけど、すごいねこんな形で開墾植物っぽい感じなんですよ。下にね、根っこがね丸く育って、そこからこの葉っぱがねニョキニョキっと生えてっていう形ですごく可愛いし、あとはね育てやすいんですよね。水全然あげなくても、育ってくれるし、多少ね日当たりが悪いところでもたまにね、日向に出してあげるだけですくすくね育ってくれるっていうことで、本当に値段もね安くいろんなところで買える植物だったりするので、これからね植物育ててみたいなっていう方は結構僕ガジュマル最初いいんじゃないかなっていうふうにおすすめすること多いですね。我が家のシンボルツリーといいますか、一番大きいね、株がこちらになるんですけども、これエバーフレッシュっていう名前のね植物ですね。こんな感じでこのね細かい繊細な葉っぱがたくさんパサパサっとね、こうやって生えてくる、植物ですごいね気に入ってます。これ僕のね自宅でもそうですし、あとは事務所でもね育ってる植物ですね。これもね結構長い付き合いになるんですけれども、一回ねちょっと調子を崩してしまって全部ね丸坊主になっちゃった
ったんですよね。葉っぱが全部なくなったんですけども、このね、ひと夏ちょっと外にね出していったらこんな感じで、わさっとね、また復活してくれました。結構ね生命力が強い方かなと思うので、気難しさはねあるんですけれども、その分ねしっかり育ててあげられると可愛いね種類だなと思います。いつも動画のね後ろに映ってるこの上からね下がってる植物はこれネフロレピスですね。こんな感じで上からね垂れ下がるね、シダっぽいねこの葉っぱがね特徴的な植物ですね。これもね最近肥料をね、ちょっと入れ替えてあげたりしたらねぐわっとまたたくさんね伸びてきました。一回これ丸坊主になっちゃうぐらいに弱っちゃったんですけども、最近ねすごくいい感じでね元気に成長してくれてますね。これもうちょっと育つとこうねまるっとこうもこっとねマリモみたいになるので、もうちょっとね、たくさんワシャワシャね茂らせたいなと思います。いやーこのね葉っぱが可愛いんだよな。ザ観葉植物の代表格ポトスですね。これポトスのライムっていうちょっとねこの色が薄いねタイプのポトス育ってるんですけども、これも元気ですね。本当にこう水切れも分かりやすいし、多少ね雑に扱っても暗いところでもねニョキニョキ生えてくれるので、これはね安心感ありますね。どこでも育てられるし、結構ねこの葉っぱもまたね可愛いし、すごくねおすすめですね。もうめちゃめちゃワシャワシャしたくなっちゃいます。続いてサンセベリアですね、これもねめちゃめちゃ丈夫です。暗いとこでも育つし、水も全然あげなくても元気にね育ってくれる植物ですね。ちょっと後で紹介するこのアガペっぽいね感じ、これがちょっとねまた可愛いなと思うんですけれども、これね成長はねめちゃめちゃ遅いですね。本当に1年経ってこの葉っぱが1枚2枚ね展開するかどうかぐらいっていう形なので、ちょっとじっくり育てるね植物ではあるんですけども、その代わりね手入れもほとんどいらないし、置物っぽい感じでねテーブルの上にね置いておけるので、これもね、結構可愛くておすすめですね。本当に初心者の方にはすごくおすすめできるね植物です。続いてこれも可愛いですよ。シェフレラっていうね植物です。ちょっとこのね葉っぱが多肉質っぽくてプニプニしてるんですけれども、こんな感じでねちょっと木立っぽいね、木っぽい感じで育てることができるので、家の中にね置いといても本当にこう自然を感じるというか大木のようなね風格を感じることができて、結構僕好きな種類ですね。でこれもね本当に大きくなるので、すくすくねちょっと育ててあげたいなと思ってます。でこのポットはね、こちら東京ボタニカルポットのパイプシリーズってものがありまして、これにねこんな感じで植えてます。これも可愛い。これずっとねトキワシノブだと思ってね育ててたんですけども、正式名はねダバリアっていう品種みたいでした。トキワシノブよりもちょっとねこの葉の色が濃くて密集してるのがね特徴みたいです。これも本当に光ね当てなくても育ちますし、肥料も全然いらないので、水さえあげとけばね本当に勝手にワシャワシャ育つっていうすごいね強い植物ですね。でこんな感じでこう足がね下から生えてきて、ちょっと別の生き物みたいでね面白いんですよね。続いてこちら前ご紹介したザミオクルカスですね。これもめちゃめちゃ強い植物ですね。もともとすごい乾燥地帯で育ってるねこの葉っぱ系の植物なので、水をね全然あげなくてもこの地下のね根っこの中に栄養をね貯めておいてくれて、それでね勝手に成長してくれる植物ですね。本当に生命力が強いので、葉っぱとかちぎって土の中に埋めておくだけでですね、新しいねこのザミオクルカスがどんどん生まれてくるっていうですね、本当に生命力を感じる植物ですね。ちょっとこのね葉っぱの色が薄いバージョンと、こっちはねザミオクルカスのレイブンっていうですねちょっとこの葉っぱが黒いやつですね。こういったものがねあったりします。で新しくね葉っぱがこう生えてくる時にこんな感じなんですけども、こうやってねドリル状の新芽がね下からこうニョキニョキって出てきて、一気にねこう葉っぱが、開くっていう感じですね。この枝がね急に1本増えるので、気づいたらねどんどんこのね、茎が増えてるようなね植物になってます。このちっちゃい鉢に植えてるのはアジアンタムのスノーフレークっていうですね、このちっちゃい葉っぱがいっぱいね細かくついてるね植物になります。結構これはね暗いところでも育つんですけど、ちょっとね乾燥に弱かったりとか、環境をね変えるとすぐに調子崩しちゃったりして、結構ね育てるのね割とこう気難しい植物だなと思いますね。手がかかる分ね可愛かったりもするんですけども、しっかりねこう霧吹きとかでこの葉っぱにもね水を、こう湿らせてあげるっていうのが大事だったりしますね。この辺ももうちょっとねこうわさわさとね、増やしてあげたいですね。こ
こちらはノリナというね、とっくり蘭ですね。蘭の一種、こんな感じで根っこがね、開根っぽく育つ植物なんですけども、これも育ててます。でこのね葉先がねすごくね上にニョキッと伸びるんですよ。さーっとねわさーっと伸びるので、ちょっとね置き場所の都合で切ってあげました。本当に髪を切るみたいな感じでパチパチとね、切ったんですけど、もうちょっとねしっかり切ってあげれば、おしゃれにね切ってあげればね良かったかなと思ってます。これもかなり強い植物なので、本当にね水全然あげなくてもですね、元気に育ってくれます。はい、ではこの辺からですね、僕の好きなビザールプランツですね、ちょっと変わった植物たちのね、ところに入っていこうかなと思います。でこのね今植物すごく流行ってるんですけど、めちゃめちゃねイベントとかも大盛況ですし、本当に価格もね高騰してるんですけど、その代表格と言えるのがこれですね。本当にこの開根ブームの火付け役となってるのがこのパキポディウムグラキリスというものですね。最初ねなかなかこの名前言えなかったんですけど、パキポディウムグラキリスです。こんな形でこのね幹の部分、これ開根の部分がですねこんな感じでぷっくりとね可愛くね太って、まるでこう1個のなんかフィギュアとか1個のキャラクターみたいな感じで、本当にこう顔がねここに見えてくるようなすごいね可愛らしい植物ですね。ピクミンみたいな感じで育てられます。こんな感じでこのねすべすべとした色白の肌も可愛いですし、そこからね出てくるこのね青々とした葉っぱで、そしてそれをねまた収めるこの鉢ですね、ここも含めて結構一つのねこう趣味性が高いねゾーンになってるんですよね。でこの水が切れてくると徐々にしぼんでいくんですけど、これ台風の時にねだいぶ水吸ってるのでパツパツになってますね。ここを触るのがねめちゃめちゃ気持ちいいんですね。本当にこうね頬ずりしたいぐらいのもうめちゃめちゃ好きなハマってる植物たちです。でこれが半端なくうちには今数がいます。これ取り込んだねグラキリスの一部なんですけども、このちっちゃいやつから大きいやつまでね本当にハマってしまって、たくさんね揃えてます。本当に一つ一つねこの枝ぶりとか形が違うので、これもいいなってなっちゃうんですよね。多分グラキリスね育ってる方、ハマってる方は分かると思うんですけど、1個ね育て始めるとどんどんこれね数増えてくんで注意してください。個人的にはねこれとかめちゃめちゃねいい形だなと思うんですよね。この下がでっぷりと丸くって、そこからねバランスよくこの均等に3本ね生えてるみたいな、こういうところを気にし始めたらですねもうおしまいですね。沼の中にね入ってると思った方がねいいですね。一番大きいグラキリスだとこれですね、こんな形ですね。多分これはもう10年とか15年ぐらいはね生きてるんじゃないかなと思います。でこれは抜き苗でね買ってきて、根っこがね生えてない状態で買ってきて、自分でね発根管理をし根っこを出して、今ね植え付けてるものですね。本当にいい感じにねこれをこう根付いてくれて、しっかりねこうガチッと今ねこの土に食いついてますし、ここもね最初ちょっとへこんでたんですけども、だいぶねパンパンになってきたので、元気になってくれて嬉しいですね。いやめちゃめちゃここの肌触りいいな、本当にすごいねサワサワしたくなっちゃうんですけど、こういったねでっかいグラキリスって大体現地球って呼ばれるもので、原産地のマダガスカルからこれ輸入されてるんですね。それこそ今円安の影響とか現地のね環境ね保全の問題とかもあって、あんまりね現地球が入りにくくなってるらしいんですけども、それによって結構ね高くなってますね。メルカリとかヤフオクとか見てもちょっとね値段がね、高騰またしてきてるんじゃないかなと思います。先ほどお見せした株たちはいわゆるね現地球、買ってきたものなんですけれども、この辺のね、グラキリスはですね未生、いわゆるね種から育てたもので、自分のね家で一から育てたものになってます。これ大体2年ぐらいかな、2年ぐらいしてね、これぐらいの大きさになりました。結構これとかはね形が良くて気に入ってるんですけれども、ちょっとこのね未生ですね手を出すと本当にもう沼が深いというか、もういくらでもね自分のこう好みの植物を見つけることができるので、本当たくさん植物増えちゃうんですよね。グラキリスをはじめとしたこのパキポディウムのね未生、本当に僕たくさんやっていて、ちょっとね育ってるようなやつらでもねこれぐらいの感じですかね。このイチゴ鉢っていうすごいちっちゃな鉢にね入れてたくさん育ててます。で、ここだとだいたい9×6 なので、ここで50苗ぐらいなんですけども、このトレイがね家の中そして外にたくさんあるんですよ。だいたいね2ヶ月ぐらい育てた状態のものがね、これぐらいの大きさで、1ヶ月ぐらいだとねこんなもんですかね。もう本当にもう草原のようにですね生い茂ってるんですけども、
このパキポディウムが、うちの中の、植物の、本当に過半数ぐらいを占めていて、だいたい500苗ぐらいあります。500粒以上ね巻きまして、今ね育ってくれてるのがこれぐらいねいますという形ですね。今ねこの芝生見せてますけど、この芝生があと、3面ぐらいありますからね、僕の棚の中に。なのでこいつらがね一番こうね、数は多いんですけども、育ててねすごく成長も早いですし、形もね個性があって面白いんですよね。でこれをイベントとかでねたくさんお配りねしようと思ってるんですけど、もうちょっとねこの辺の子たちはねまた来年ぐらいにねちょうど形良くなるかなと思うので、来年ね、たくさん出したいなと思って育ててます。あとこれも可愛いんですよね。パキポディウムのブレビカウレっていうですね、エビス払いって言われてるやつなんですけども、これはねさっきみたいなこう上じゃなくて横にどんどん広がっていくこうねなんだろう、お餅みたいな、あとよく生姜とかね言われるんですけども、こんな感じで背の低いね、タイプのパキポディウムです。これもね葉っぱがね結構幅広で広がって、可愛いんですよね。そしてこちらはパキポディウムのイノピナッツムっていうね名前の種類ですね。これ非常にグラキリスと似てるんですけれども、グラキリスよりもですねこの肌が白くてスベスベしてるっていうのが特徴で、これもね非常に人気ありますね。なんだったらパキポディウムグラキリスよりもこっちの方が人気出るんじゃないかなっていうぐらいね可愛いなと思うね、ことがあります。こんな感じで最初はねこれ頭1つだったんですけども、今ねこんな感じで3つに上からね、分かれてきてるところですね。いやこれも形いいし可愛いんだよな。この2つは最近ね僕も購入したやつなんですけども、これパキポディウムのエニグマっていうやつですね。これもこんな形でねすごくこう四角いというかね丸っこい感じの形に、なることが多い種類で、まだねちょっと珍しめのやつですね。でこれ今発根管理してる途中で両方ともね、ちょっと根っこを出させるね、準備をしてるんですけれども、結構これね今実験してるんですけど面白い結果になりそうでして、ぜひ次回次々回ぐらいの東京ボタニカルライフですねちょっと見ていただけると嬉しいです。発根管理ですね、根っこを出させるね方法をちょっと皆さんにねまたお話ししようと思います。はい、続いてはアガベですね。これも、うちの中ではねかなり数が多いね種類になってます。人気のね、種類の一つですよね。さっきのパキポと、後でね紹介するビカクシダ、そして、このアガベあたりがね今のこの珍奇植物というかこの多肉系の植物好きな人はねハマってるゾーンなんじゃないかと思います。僕もね例に漏れずねハマってまして、たくさんね育ててます。こんな感じで、ちょっとね初めて見る方だとサボテンかなっていうふうに言われる時もあるんですけど、こういう葉っぱがね、こうロゼット状にたくさん出てて、そこにねこのいかついねトゲがたくさんついてるっていう植物ですね。これはアガベのチタノタっていう種類なんですけれども、同じねそのチタノタの中でもめちゃめちゃいろんな種類があって、で安いものだと本当に数千円からで、高いものだと本当に数十万円、それぐらいね、金額高いところまで行くっていうですね、すごい趣味性のね高い植物になってます。これ一般的なねチタノタなんですけど、チタノタだけでも中ぐらいのやつでね、これぐらいの株が、ここに4つでプラスねあと5つぐらいね、ありますかね。このムチムチとした葉っぱの感じがすごいね好きで、これ一応ね農大ナンバーワンって言われるやつで、これ姫源流ですね。この辺にあるのがはい育ててます。ちょっとね、これとかすごいな、めちゃめちゃこう株がね、12345個ぐらいついてるんですけど、ちょっとねこのアガベもうちの中で増えすぎてる感がめちゃめちゃあるので、今度ねイベントとかで持ってこうと思います。これぐらいの株ちょっとねたくさん持ってこうかな。さすがにちょっと家の中でね管理しきれなくなったので、出品したいなと思ってる子たちですね。いやでもどれをね手放すかっていうのが難しいんですよね。これは残しておきたいなというやつをね残し始めると全部残っちゃうっていうことがあるのでね、ちょっと厳しくいきたいなと思います。結構個人的に気に入ってるのはこいつですね。これアガベの、チタノタ白芸っていうね種類なんですけど、ここのね虚子トゲ虚子っていうんですけど、ここのねもういかつさがすごい、もうね縦横無尽に走っててすごいかっこいいなと思うんですよね。でちょっとねこの詰まった感じもあって、これ家の中でもね一番ね、大事に育ってるやつかなと思います。本当はねもっとギュッとねしてたんですけど、
最近ちょっと台風で水吸っちゃってね、でそれによってだいぶ葉っぱ広がっちゃったので、またね、ちょっと締めていこうかなと思ってるんですけど、これはねすごい気に入ってます。ここの挙手かっこいいな。続いてこれはちょっと大きめなんですけど、これ老白芸ですね。こんな感じでね、結構この葉っぱが大きく、でこの挙手もねいかつい種類なんですけど、これもね開いちゃったんですよね。本当はもっとね上にパキッと立っててかっこいいとこをお見せしたかったんですけど、このね、雨で水吸っちゃってね、こんな感じで開いてるんですけど、それでもね、かっこいいなと思います。はい、これはまあね、ちょっと大きめで、こっちはね大きめというかね、ちょっとボリューム感がすごいなっていうね、株なんですけど、これアガベの血のったホワイトアイスっていう、ちょっとこの葉っぱがね青白っぽい感じになっているチタノタですね。でこれねめちゃめちゃこの小株が生えていて、そのままね育ってる株なんですよね。これね現地でこの姿で自生してたものを、輸入しましたっていうところでね、こうお店で見つけて、この普通ね小株外しちゃうんですけど、この小株つけたままもねかっこいいなと思って、これねこのまま育ってるやつですね。このまま育ててったらねどうなっちゃうんだろうと思うんですけど、できるだけこのね、元の姿に近い状態でこれは育ててねあげようかなと思ってるね、種類ですね。よいしょ。はい、これがうちで一番でかいアガベなんですけど、これアガベのホワイトシャークっていうね、種類ですね。この感じすごいねかっこよくないですか。この葉っぱが肉厚なんだけど、ちょっとね長めでこう上にね、立ってる感じ。これも本当に水吸う前はねもっとバキッとしてたんだけどね、でもこんな感じですね。もう本当に30センチぐらいかなある、全長ねあるこのね、株になっていて、結構これがね、うちのベランダのシンボルツリー的な感じになってます。いやこのね、このトゲの白さとねこのコントラストがめちゃめちゃいいなと思います。この子たちはアガベね、同じアガベなんですけどちょっとね種類が違うもので、アガベのねホリダっていう種類になります。この葉っぱがね、ちょっとこの黄緑色っぽくって、この、ね、形状とかもね若干違うっていう種類ですね。これもね何株かいるんですけれども、北の段に比べるとちょっとコンパクトにね育てるのが難しかったりねするらしいんですけども、そういったところも含めてねちょっとね、育て方工夫してあげたいなっていう種類ですね。この細長く伸びるこのトゲがねすごくいいんですよね。アガベはね他にも結構種類たくさん持ってて、これが笹の雪、これアガベのモンタナで、これがシジゲラですね。それぞれねちょっと見てもらうと分かると思うんですけど、このやっぱりね、トゲの入り方、色の入り方、葉っぱの形っていうのが、違うんですけど、全部ねこのロゼット状にねこう花びらのように広がっていく感じですね。このシジゲラとかすごい葉がね立ってていいんですよね。可愛いです。これももう植え替えてあげなきゃなってやつなんですけど、アガベのコンフェデレートローズですね。このちょっとね、また、白緑っぽい感じの葉っぱで、ちょっと上品な感じがするねアガベですね。こういうアガベもね色気がありますよね。エロいなと思います。こちらはアガベのエボリスピナね。これも細い葉っぱがね、たくさんこう上に向かって伸びていく種類で、これもね最初葉っぱ本当に3、4枚しかなかったんですけど、だいぶね展開してきました。でも成長がだいぶゆっくりなのでね、じわじわちょっと育っていく感じですね。これも、今からねトゲがこんな感じですごい長く伸びているので、これからが楽しみなね株です。はい、そしてアガベはこれで最後かな。アガベのこれスナグルトゥースっていうね、植物なんですけども、本当にね、見てわかる通りですね、すごくねこの色鮮やかな、種類です。この緑と、そこに入ったねこのクリーム色、このラインがめちゃめちゃ可愛いですよね。でこれね本当に2年前ぐらいかな、1年半前ぐらいかなに購入したんですけど、その時はもうね、1万円台後半でした。2万円するかしないかぐらいだったんですけど、今ね本当園芸店さんとか行くとこれぐらいのサイズで、10万円とかでね売ってたりするところもあって、かなりね人気出てるなっていうね植物ですね。やっぱりチタノタとかよりもね、一目で分かりやすいというか、明らかにこれ違うぞっていうねレアな感じがあると思うので、それもね含めて人気なんだと思います。このチタノタっぽいねこのいかついこの挙手とプラスねこの鮮やかな色っていうこのコントラストがねたまんないですよね。
でアガベもねたくさん僕未生でね種から育ててまして、これぐらいのねちっちゃい小苗たちが大体300ぐらいかな、300ちょいねいますね。はい、こんな形で最初はねロゼットが巻いてない状態でね、こう横にこうネギみたいな感じで育っていくんですけども、そこからですね徐々に大きくなってさっきみたいな形になってます。これちょっとねイベントにたくさん持っていこうかなと思ってるねやつですね。未生の子もね、大体2年ぐらい育てると、こんな感じで割とねアガベっぽい形になります。これとかね結構いい感じの将来ね形になるんじゃないかなと思って楽しみにしてます。こういうとこもねどんな形になるかなって想像しながらね見ていくのがやっぱ楽しいですよね。続いてここからはその他のね植物たちですね。パキポアガベはねちょっと数が多かったのでねまとめて紹介したんですけども、それ以外の植物たちねちょっと紹介していきます。これはキフォステンマのユッタエっていうね開墾植物です。このね葉っぱがねすごくこれね多肉質でプニプニしてて、これ触ると気持ちいいんですよね。でこのね下の部分がぷっくりこう膨らんで、このね徐々にこの皮みたいなやつが剥がれてくる種類なんですね。いやーかわいいねこれも。続いてユーフォルビアのオベサっていうね、植物ですね。本当にこれ植物なのっていうぐらいねすごい整った丸っこいね、形の植物なんですけども、これもね育ててます。シーズンになるとねこの上からちょっとね花が出て可愛いんですよね。でこの絵柄というかねこの柄も結構種類によっていろいろね差があって、でそれでね自分好みのものをね、見つけてる人が多いですね。これも本当に可愛い。成長はねすごいゆっくりなんですけども、見た目がね本当に好きな、種類ですね。続いてこちらが、パキコルムスディスカラーゾウの木っていうね、植物です。これもめっちゃ僕好きで、今のスマホのね待ち受けこれにしてます。こんな感じで開墾がねあって、そこからこの細いね枝がニョキニョキっと生えて、このちっちゃい葉っぱがねパラパラっと、こんな感じで生えてくれるものに、ね、なってます。これ最近までね夏はもう丸坊主で全くねこの葉っぱなかったんですけど、最近ねちょっと涼しくなってきてこの葉っぱがね生えてきました。こういった植物をよくね冬型っていう風に言うんですけれども、ちょっとね、気温が、今ぐらいの、20度前後とかそれぐらいの時にすごくね元気に育ってくれる植物なので、今がねシーズンなんですよね。なので夏はねパキポとかアガベとかね楽しいんですけど、そこからねこういったところにバトンタッチをねしてまた楽しめるっていうのもすごくねいいなと思ってます。このね、ゾウの木も結構イベントに未生で育ってるものあるので持ってこうかなと思ってます。はい、もう可愛いですね。アデニアグラウカです。これも開墾植物で、この、ね、下がツートンになってるんですよね。この緑と、このね白のツートンで、葉っぱがねこんな形でねわさっと広がる、植物になってます。これも開墾植物の中では割とメジャーですし人気の植物ですね。最近ねちょっと手に入りづらくなってるなって気がするんですけれども、こんな感じでねすごく可愛いです。まだねこれちっちゃいんですけど、どんどんね、太って横に広がっていくと思います。はい、こちら開墾植物の王様と言われるオペルクリカリアパキプスですね。もうこれ言い過ぎてね、言えるようになっちゃいました。オペルクリカリアパキプスです。はい。さっきのねゾウの木も細い枝がたくさん出てくるんですけれども、これはもっと細いですね。繊細な枝がねこう四方八方にこう稲妻のように広がって、でその先にこのねちっちゃい葉っぱがつくっていう、このねこうかっこよさと繊細さをね合わせた植物なんですよね。でこれまだ未生でね、そんなにこう多分2年とか3年ぐらいなのかなっていう植物なので、まだね全然ちっちゃいんですけど、もっとね現地の株とかになるとすごくね太くて丸っこいね、かっこいい株になります。でそういったものは本当にもう5、60万とか下手したらね100万弱ぐらいするっていうねものもある、すごい人気の植物ですね。これもちょっとね結構長いことうちで育ってるので、そろそろ根っこがね充実してきてると思うんですね。パワータンクっていうんですけど、それを外してそこから増やすことができたりするので、ちょっとねまた挑戦したいみたいなと思ってます。いやこれも可愛いね。ペトペンチアナタレンシスっていう植物です。これも本当ピクミンみたいな感じなんですけど、ここにね、この開墾があって、そこからねニョキニョキっとこうやって、葉っぱが生えてるっていう植物になってます。このね開墾から1本だけこの出てる感じすごい可愛いですよね。あんまりねこう話題に上がることねない気がするんですけども、僕すごいね見た目可愛くて好きな植物です。
いや、これもね、やりすぎだろっていうぐらい可愛いんですけど、もう完全にピクミンをオマージュしてるだろうっていうぐらいのね、感じの植物なんですけど、これね、マルビフォリアピレナカンサですね。こういうね、これも開根系の植物になります。ここまでね、丸くて白い開根の植物、他にないんじゃないかな。めちゃめちゃ可愛いね。この開根の部分、ついつい触っちゃうんですけど、すごいね、この、見た目もね、上品だし、可愛いね、植物だなと思います。これ結構おすすめですね。おすすめだけど、なかなか売ってないんですよね。最近僕も手を出し始めて、これ次に流行るんじゃないかなと思ってるのが、これですね、タンクブロメリアの、一種、ビルベルギアっていうものです。ブロメリアっていうと、このエアープランツですね、これを思い出す人がね、多いと思うんですけども、これとね、同じ先祖を持った種族で、これはね、エアープランツはこの空気中でこの葉っぱからね、水を吸って育つんですけれども、このね、タンクブロメリアは、このね、中ですね、この中に雨水を溜めて、その溜めたね、水で今度どんどん成長していくっていう同じ種類なんですけど、こう育つ場所が違うことによって育ち方が変わってるっていうね、植物ですね。なのでこのね、中で水を吸収するので、ほぼ根っこいらないらしいんですよ。根っこはね、この株を安定させるためだけにあるぐらいな感じで、もうこのね、上の水だけで生きていけるっていう植物ですね。でこれもめちゃめちゃね、話聞いたら奥が深いというか、すごくね、交配の、図みたいのが、しっかり管理されてるんですね。元となる原種がいて、でそこからね、何と何を掛け合わせてこうなりましたみたいなところがしっかりね管理されてる、植物で、海外ではね、すごく品評会とかが、頻繁に行われてるね、植物だったりします。僕がね、購入したのは、これブラックビューティーというね名前の株になってまして、このねスポットっていうんですけど、この葉っぱに入ってるこの斑点とか、あとこのね、横の線とかっていうところが、よりくっきり出てる方がね、いいっていう風に言われてるんですけど、これはこの赤くてこの斑点がね、ポツポツポツとね、たくさん入ってるっていうのが、かっこいいなと思ってこちらね、購入しました。これもね、色と形といろんなね種類があって、でしかもどんどんやっぱ高い種類はね値段も上がってるので、今年、来年ぐらいかな、来年ぐらいから本当にね流行るんじゃないかなっていう予感がすごいふつふつとしますね。これビルベルギアってやつなんですけど、こちらはねホルンベルギアっていう同じくねタンクブロメリアの一種です。でこっちはねこの緑の肌が特徴的なんですけど、これはねすごく形がねよくって、本当にこうまるでアガベとかこうアロエみたいなね、感じのフォルムでこうでっぷりとねしてるところがすごくかっこいいなと思って購入しました。でこれね品種がダンクローンっていうんですけども、数年前にですね世界大会、このねホルンベルギアの世界大会の品評会があったらしいんですけど、そこでね入賞したダンさんの、株のクローンということでダンクローンなんですけど、それをね購入しています。これもねすごくちょっとトゲっぽいところもあってね、本当にアガベみたいな良さがあってね、すごいまた人気出そうな気がします。めちゃめちゃこれも可愛いです。これは夏型の植物で、ソテツキリンっていうね、種類ですね。パイナップルコーンとも呼ばれるんですけれども、こんな感じで、パイナップルみたいにちょっとねゴツゴツした、幹からこのね緑の葉っぱが出てきます。こんな感じでね、ちょっと横からもね脇芽が最近出てきました。これもね可愛いな。これは漢木系のセンナメリオナリスっていうね名前の植物ですね。これも結構あったかい地方でね育ってる植物で、今ねちょっとなんか葉っぱが閉じちゃってるんですけど、もうちょっと明るい時はですねこの葉っぱがわさっと開いて、このね、開いた葉っぱがすごい可愛いんですよね。今ちょっとねへそ曲げちゃってるみたいなんですけど、本当はねちょっと開いてるとこ見せたかったですね。これもすごいね育ってると愛着が湧くんですよね。この葉っぱの、開閉だったりとか、このね結構成長も早かったりするので、センナメリディオナリスも、人気ありますしね、確かにその理由もねうなずけるなっていう種類ですね。漢木系だとこれも人気ですね。ブルセラ・ファガロイデスっていうね、植物なんですけども、これね、種から育ったものを、こんな感じで育ててます。で結構ねこれ上にひょろひょろっと伸びちゃったので、今ね針金をかけてちょっと盆栽風のね仕立てにして楽しもうかなと思ってます。これもねこの幹の部分がやっぱ膨らんできてどんどんね開根っぽくなってくるんですけども、このねやっぱりちょっとね、普通の木っぽいね仕立てもできるっていうところが、結構気に入ってます。これはね地味にもう2年ぐらい育ってるアロエですね。クリスマスキャロルっていう
ねものになってるんですけども、こんな感じでね、このロゼット状に広がる葉っぱが、特徴で、結構ねこれ群生しやすくって、ちっちゃいねこの株がたくさんわさっとね、集まるような感じになってます。で今こんな感じでちょっとね、花が今上にねついていて、ここからねまた咲くんじゃないかなと思ってます。これもね、最初はこの一株だけだったんですけど、徐々に増えてきて楽しいです。こちらはアロエのデラエティだったかな、この木立ちのアロエですね。これもね結構よくね軒先とかで見ますけど、可愛いですよね。さっきのねクリスマスキャロルみたいにこうね背が低いアロエもいるんですけど、こうやってね上に伸びてくれるこの木っぽいねアロエも可愛いなと思います。ちょっとなんか育ててるうちにだいぶ曲がってきちゃったので、ちょっとこのね、向き後で修正してあげようかな。はい、続いてこちらね多肉植物のクラッスラですね。これはもうあえてこのね、幹をこっち側に伸ばしてちょっと盆栽風というかね、ちょっと変わった感じのね樹形で育ててます。この樹形めちゃめちゃ可愛くないですか？こう一回こういってこう戻ってくるっていうね。でそこからこの気根と呼ばれるね根っこが下の方に出てきてて、結構これはね一つの株としてなんか一個のね世界観がねできてるなと思います。ちなみにこのね鉢は自分でね作りました。続いてこちらは冬型の植物ダドレアですね。こっちはねグノマっていう群生タイプで、ちっちゃい葉っぱがね、こんな感じでたくさんつくやつなんですけども、こちらはね一つのやつがねこう上に伸びていくタイプですね。こいつらもねこれからの、秋冬でね結構ぐんぐん育ってくれると思うので、これからね外に出してあげるのが楽しみですね。こいつはホッケアエディリスというね名前の、よくね日本だと火星人っていうね名前で呼ばれるんですけど、これも開根植物ですね。この幹の部分がぷくっと膨らむ植物になってます。で結構こいつはねなんかつるが伸びるんですよね。こんな感じでワシャワシャっと、先にね先に伸びていって、で結構他の植物にもね、絡んでたりするので、ちょっと剪定してあげようかな。割とこのね、伸びるのもいいんですけど、パチッとね剪定してあげて、この辺でこうワシャワシャっとねこう亀甲竜みたいに上でね、葉っぱをまとめるのも結構可愛いなと思ってるので、ちょっとこれは、切ります。はい、あとねじゃあ最後かな、これちょっとまた変わってる植物だと思うんですけども、ビカクシダですね。これは最近本当にもうインテリアとして飾る人とかもすごい増えてる植物で、こんな形でこう板とかね木に着生する植物になってます。でこれもねたくさん本当にいろんな種類いるんですけど、僕が育ってるのはこのビーチっていうね種類で、こんな感じでこう白っぽいねちょっと色白っぽい葉っぱがね特徴の植物になってます。結構日光とかにも強いのでガンガンね外で育てられる植物ですね。これビーチ1つ目なんですけど、これがね1本2本ぐらいしか葉っぱがなかった状態から2年ぐらいかな育ててこうなりましたっていう状態ですね。この前の株もだいぶね大きくなりましたし、小株がこのサイドからね2つ出てるので、ちょっとどっかのタイミングでねこれ株分けをしてねあげようかなと思ってます。でこっちは1年ぐらいのビーチですね。こいつはねアッキーっていうねビーチの中でもアッキーっていうね名前がついてる植物なんですけども、ここのね貯水用、こちらの、張り付いてる方の、葉っぱ貯水用っていうんですけど、この貯水用のねこの上にね伸びていく感じ、バキバキっとした感じが、結構ね将来有望ですね。この貯水用とこの胞子葉、こちらの前の葉っぱのバランスでねかっこよさが決まってくるので、結構このビカクシダもハマるとやばいですね。ハマるとすごく奥深いですし、成長もね早いので結構ねこれはね面白いなと思いますね。ちょっとねこうやって吊るさないといけないので、ちょっとスペースがね、取りづらいっていう問題はあるんですけども、ついついこれもね増やしたくなっちゃうねやつですね。あとこれもビカクシダかな。よいしょ。はい、これはね、同じビカクシダでも、リドレイっていう名前のね、タイプなんですけど、こんな感じでこの貯水葉がねキャベツのようにぐるっとね、巻いて、で先のね葉っぱはこんな形でこう上の方にね伸びていくっていうものになってます。本当にビカクシダって鹿の角と書いてビカクなんですけども、本当にこうね鹿の角っぽいねこの、竹々しいこの葉っぱがすごくね可愛いです。でこれポップアップのねイベントで買ったやつなんですけど、こんな感じでこの吊り下げることもできますし、下がねこれ平面になっててコルクが平面で切られてるのでこうやって置けるんですよね。机の上とかにこうやって置いて育てることもできるので、結構このディスプレイめちゃめちゃいいなと思ってます。他のね美覚もこのタイプにねちょっと変えようかなと思ってますね。はい、というわけで長かっ
たですね。はい、このね、家の中に避難させてたね、植物、台風からちょっとね、守るために置いといた植物たちをね、一回全部紹介してみました。これでね、ほとんどうちにあるね、すべての植物を紹介できたんじゃないかなと思います。皆さんもね、気になる植物ありましたでしょうか？この植物がね、良かったとか、この株がね、良かったっていう方もしいたら、コメント欄でね、教えてください。ちょっと僕もどんな植物が人気があるのかね、あんまり分かってないところもあるので、ぜひね、教えてください。で、改めてね、やっぱ痛感したのは、このちょっと植物がね、多すぎるっていうところで、まあね、夏とかね、秋まではいいんですよ。ベランダにね、出しておけばそれでいいんですけど、冬はね、やっぱ取り込まなきゃいけないんですよね、この植物たちを。結構僕が育ってるものは、割とこう耐寒性が低いというか、もともとあったかいところで住んでるね、植物が多かったりするので、冬は家の中入れなきゃいけないので、常にあの状態になっちゃうんですよね。この机がね、圧迫された状態になっちゃうので、それはね、ちょっと良くないぞということで、ちょっとね、ちょっとできるだけね、持っていけるだけ植物持っていこうかなと思いまして、改めてちょっと愕然としましたね。はい。ちょっと頑張ります。はい。こんな感じでね、この企画東京ボタニカルライフでは、僕が育てる植物についてね、お話をしてます。普段はもうちょっとね、一つの植物にテーマを絞ってお話をしていることが多いんですけれども、こんな感じでね、今回はね、全部出してみました。はい。もしね、よろしければこの企画連載でやってますので、概要欄に書いておくので、他の動画も見ていただけると嬉しいです。はい。少しでもね、この動画をきっかけに植物興味持ってくれてる人がね、いたら嬉しいです。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。